안녕하세요. 가이도의 용용です。ご存知の方もいると思うんですが、中見が片付いたと思ったら、今度はこの女がまた騒ぎを起こしました。今月の11日、インスタでワインパーティーをやってる写真をアップロードして、国民と共に民主党の方でさえボロクソ文句を言われました。自分のインスタにワイン飲んでるところを自慢したくて、自慢すること、気を引くこと、注目されること、でもいい内容だとかいい政策で気を引いたり注目されたら誰が文句を言いますか？人々の気を引きたくてしょうがない人。韓国では관종と言います。今までもこういう飲み会の席があった時にもう自慢したくてでも今いろんな容疑で裁判中だし、裁判を担当した部長判事は11月の12日、飲み会の途中、ちょっとトイレ行った際にトイレで亡くなりました。司法解剖して死因を究明すると言ってるんですが、未だにその死因に関してニュースは出てこないです。だからこそおとなしくしなきゃいけないのに、国会議員もなったし、高い食事と議員様と毎日ワインとか飲んでる、こういう飲み会を自慢したくて、おとなしくしなきゃいけない気持ちを自慢したい気持ちが超えてしまった。それでインスタにパーティー写真をアップロードしたら、共に民主党の方でさえ非難が殺到しました。今年の5月までも、共に民主党の方でもユン氏をかばう議員が結構いました。真実を歪曲しようとする親日勢力の攻撃。コミンジョンはコミンをしてから言え。キム・ドゥガン議員とかも親日反人権勢力の最後の構成。そうすると国民の力との発言議員とかも反撃しました。会見の捏造と親日勢力が何の関係か。全く関係のないことだ。たまにはこの人もまともな反撃をしますね。ウーサンオ議員、おばあちゃんが怒ったからってユンミヤンを辞任させるわけにはいかない。ソルン議員、国民の 70% がユンミヤンの辞任に賛成してるけど、それはファクトを国民たちがよく知らないから。チェミニ議員、なぜかユンミヤンだけに残酷な基準。サケちゃん、疑惑で屈しちゃダメ。このユン氏の見方を知っている共に民主党の議員、本当にそうそうたる面々ですね。この人たちだけで党を作ってもいいんじゃないかなと思うくらいです。党の名前は頭は飾り党。今ただでさえ中民へのおかげで偽りメーターであるあのリアルメーターでさえ支持率が下がっているのにイライラさせないでおとなしくするか、それが嫌なら党出ていけと脱党も進めました。そうするとまたこの女の本性が現れ、自分のために飲んだわけじゃない。キルワのおばちゃんの誕生日だった。とまた嘘をつきます。この女は子供の時から平気で嘘をついてきたでしょう。その時親がこういう風にしつけてれば、いや、もしくはすでに子供の時から親が諦めた可能性もあります。でもこの女が言ってることがパッと見ても嘘だっていうことがわかります。普通誕生日パーティーをすると本人がいるでしょう。本人もいない誕生パーティー。そして慌てておばちゃんの名簿を見ながら、あ、このおばちゃんの方が一番誕生日が近いと選んだようです。韓国は僕ぐらいの世代でもまだ誕生日を陰暦で数える人がいます。ケロのおばちゃんの世代は当たり前に陰暦で誕生日を祝ってた世代なので、今年陽暦で換算すると、今年は12月の7日になります。なのに4日も過ぎた後に本人なしで誕生会をやったと。そして誕生日だった7日の日、この人は何をやったかというと、自分の SNS におばちゃんの誕生日など言及することなく、感染者が続出しているから自粛しなきゃいけないと自分が言いました。まあ、韓国では共に民主党の議員だとか100万人を超えて、今は韓国労働組合よりも大きい規模を誇っている民主労働組合の方はコロナに感染しないですからね。だからデモの許可も下りる。あちこちデモをやる。くっついてやるなって言われてもくっついてやる。韓国ではコロナもこの人たちを避けて通ります。あまりにもしつこくて疲れるから。そして去年、ユン氏本人がケロのおばちゃんの誕生パーティーをやってくれた時は91歳でした。でも1年だったら3歳が多くなった。90代になると
1年ごとに3歳を年を取るんですね。そうするとこの女は謝るどころかまた嘘をつきます。キロノコおばちゃんと連絡が取れなかったからだ。このユン氏はキロノコおばちゃんの通帳の方から今まで4億ウォンを引き出したそうです。それも憩いの場の近くの支店で現金で引き出していたから、最近韓国ではみんなネットバンキングだとかコンビニでジュース1個買うにもクレジットカードを使うカード社会なのに、この支店に訪ねて毎月現金を引き出していた人を調べてもすぐわかるとは思うんですね。でもこの4億ウォンに対しては検察の方も起訴をしてないですし、7920万ウォンに対して他の団体に寄付をさせたところに関しては準詐欺容疑で起訴しています。多分北の人権団体だとかわけのわからない市民団体に寄付をさせたでしょう。だからおばあちゃんの家族はこのユンミヤンが許せなくて連絡をしなくなったそうです。しかもその日も電話がかかってこなかったそうです。本当に口を開いたらその他にも50億ウォンの横領、背任の容疑で検察に起訴されてます。ほとぼりが冷めないから話題になっているインスタの写真を削除しました。この女はハウスを要約したどころか長期居住者確定です。女優のベミンジョンさんがこのご時世にパーティーだとか飲み会を自慢するということは自分の頭が空っぽだということを知らせるだけだと自分の SNS に投稿しました。誰のことを言っているんでしょうか。この前の動画でソウル大学生が卒業生の中で一番誇らしい卒業生としてユン・ソチョが圧倒的な1位、恥ずかしい卒業生1位は玉ねぎっていうニュースをお伝えしましたが、その後中央地検庁のイ・ソンユンとムン・サイナンの母校である京畿大学の方でも匿名の Facebook のコミュニティサイトにこの2人の卒業生が恥ずかしいという投稿があって話題になりました。内容は今全国民が共感している内容そのものです。自分たちが生きている権力に対して捜査しろと言っといて、その捜査の刃を自分たちの方に向けると、ユン・ソチョを辞任させようとしている。検察は与党だけを捜査しなきゃいけないのか。与党と法務部長官は見たいものだけを見て、聞きたいことだけを聞いているのか。イ・ソンユン中央地検庁もユン・ソチョの停職最古に同意を表明していなかったそうなんだけど、本当に恥ずかしい。無能な先輩がいて、本当に恥ずかしい。本人の無能が発端だと認識できず、最後までこの国をどん底に突き落としている。指導者の不正、腐敗よりももっと残酷な災難は指導者の無能だっていうことを覚えてろと強調しました。僕は京畿大学が悪い大学ではないと言いました。この記事に対してのコメントをタームっていうサイトで見ましたが、一部の話を全体がそう言ってるかのように強調している。俺はムン大統領が同門だっていうことが自慢できる。本当に世の中は良くなってきたね。昔ならば絶対言えないことを気さくに言えるし、あんな奴らを捕まえて水ごももちょっとやったり、昔が恋しいのか、うんこか味噌かも区別できないやろ。子供たちが何わかる。僕が感じたのは、やはりまだこのネイバーだとかターンっていうこういうポータルのサイトの方にはまだコメント部隊が残っている。そしてそのコメント部隊の数がものすごい減っていること。最近また中名が片付いたと思ったら来年のソウル市長選挙に向けてまた作業を始めてるんですね。中名の再就任を求めている青瓦台の請願が20万人を突破したと。このような記事を分析もせずそのまま書くマスコミも本当に問題なんですが、まだコメント部隊も活躍しているということは確実だと思います。まだほんの少しの一部の韓国人のデケムン、韓国のお笑いの大御所であるイ・ギョンギュさんが言った名言があります。無知の人が信念を持つと本当に怖い。この一部のデケムンからまだ脱出できていない韓国人、そして大国、そして北、そして4番目は韓国に留学生を装って活躍している朝鮮族。この4つの種類が韓国でコメント部隊として活躍していると思います。そうするとムン・サイナンがこのコメントの方に国籍を表示する法案について反対しているのも、北と大国に貢ぐのも納得がいきます。このコメント部隊の話をまとめると、さっき言った4つのコメント部隊の種類が活躍している。今韓国で誰もが共感できているし、
難しい問題だと前のように言葉を間違えて正体がバレるからそういうところでは入ってこない。大きい検索サイトやコミュニティサイトにはまだ彼らが潜んでいる。逆に言うと、このようなところのコメントを引用すると韓国人の真のミニが反映されてないので、こういうところのコメントだけを取って全体の韓国人がそう言ってるかのように変更報道しているマスコミや見韓 YouTuber が本当に問題だと思います。なぜ僕がそう思うかっていうと、こういうコメント部隊が絶対見ることがない。つまり韓国人じゃないと見ることができない。大国だとか北の人たちが見るとつまんなくて最後まで見れない。共感できない。そのような YouTube のチャンネルとかを見ると全くコメント部隊がないということを感じているからです。今、ムンサイナンが誇らしい、恥ずかしくないという人はいないと思うんですが、特に不動産チャンネルだとか、ニュースチャンネルとかで、今の政府を褒めるわけがないですから、僕が見ているいろんなチャンネルの中でも、結構韓国の有識者だけど、いわゆるカンナム左派から脱出してる人を、結構今僕も何人か見てるんですね。その中で一つ紹介すると、タボ832というチャンネルがあります。この方30代後半だとは思いますが、韓国で4大高級マンションの一つである50億ウォンぐらいする新築のナイノンハンナムに住んでいます。今年有名人が引っ越しをしてきて結構話題にもなっているマンションです。最近はこのマンションの駐車場でユン・ソチョの友達である弁護士がテスラ X で代行運転で帰宅しましたが、駐車場に着いてから原因不明の火事が起こって亡くなられた事件もありました。なぜ僕がこのチャンネルを見てるかっていうと、彼が結構博識でワインだとか不動産、グルメ、本の紹介だとか車の話とかもしているんですが、僕は車の話を主にメインにして見てるチャンネルなんですね。本の話をしてる動画を見て、あの時に僕はちらっと、この方はいわゆるカンナム左派だなっていう感じがしました。つい最近はアップロードした動画で露骨的に今の政府の非難をします。自分は賃借人でもあるし、賃貸人でもあるからこそ言える。特に今の政府は経済策の失敗の原因を自分たちが原因だと認めないし、特にその負担を自営業者の人たちにかけてると。今こんなに不動産価格を高騰させといて、また分断症をやっていると。この動画に対しての350のコメントを僕全部読みましたが、そんなに時間はかかりませんでした。2分ぐらい。まず反対意見。ムンサイナンがよくやってるという意見は一つもないです。むしろ今、韓国の自営業者の状況がよくわかるようなコメントがたくさんありました。これが本当の韓国人のミニです。これがコメント部隊がないところの純粋なコメントです。僕ぐらいになればコメント部隊とかすぐ見抜くことができるんですが、コメント部隊は本を2、3冊ぐらいでも読んでるような貫禄と知識、重さがないです。子供っぽく刺激したり、上辺だけ大人かぶってるような感じがあります。一つ面白いコメントがあって、この方もこのターボさんがカンナム左派だと思っていたようです。政治的、哲学的スタンスに変化があるようですね。悪いことではなくて状況により、利害関係により考えは変わるのが自然ですからね。時間が経つにつれて守るものも多くなりますからね。左より脳の弾力性が5倍も優れている右の世界にようこそ。最後まで見てくださりありがとうございました。また他のニュースでお会いしましょう。